ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。お、やっとバスが来ました。待ったな。これでステラシアターまで行こっかな。よいしょ。本日はご乗車いただき誠にありがとうございます。ん？このバスは川口湖ステラシアター駅となっております。所要時間は1週間となっております。なんかこの声兄ちゃん似てるな。兄ちゃんはステラシアターで待ってるっていうし、バスの運転手さんやってるっては聞いてないからね。まあやってんのかな。まあでも似てる人かな。この後バスは高速道路に乗り、サービスエリアで1時間のインターバルを挟みます。インターバル。サービスエリアに着きましたら、皆さん椅子に座りっぱなしで体が固まっているかと思いますので、大臀筋、広背筋、大胸筋、ハムストリングスといった大きな筋肉から伸ばすことをお勧めいたします。大臀筋、広背筋、大胸筋、ハムストリング。これは兄ちゃんでしょ。ちょっと運転席。健太兄ちゃんじゃん。こんなとこ何やってんの？健太、人違いじゃないでしょうか。あれ？私の名前は立田です。立田？健太じゃなくて立田です。そうですって。あ、そうですか。失礼しました。兄ちゃんからボイスメッセージ。陽介、川口湖すごいぞ。お前も早く来い。そうだわ。これ無事に来れるように掛け声も言っとこうかな。今日の掛け声はこれだ。あうおおいああ、いあうおおあい、あうおおいああ、いあうおおあい。わかったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介、頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。バスの取れ高。いやもう無理だ。ファイヤーマサラカ。スパイヤーマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていく。結構惜しかったよ。でも嘘。バスの取れ高って言ったじゃん。惜しい。これバスの乗り方だ。バスの乗り方違うの怖い。違うの怖い。はい。違うよね。違うよね。難しいよね。なるほどね。いやこの前さ、それこそそう山口で僕一人だけ泊まったんですよ。エルレガーデンが鳥のフェスで見たいからって言って、でその次の日の朝一人で空港まで行かなきゃいけなくて、その山口の中で、そう結構田舎の方でホテルも結構田舎の方で、そうね、コンビニが近くになかった。そう近いの歩いて5分のドンキが一番近かったからね。そうでもそのさ、この周りに交通手段がないわけ。そうだ。そうで駅まで行こうと思ったら、まずそもそもタクシーが来ないの。タクシーもさあれだったよね、アプリ使えなかったよね。使えなかった、ね、で山口市の多分でしか使えないアプリはあったのよ。なんだけどそれもなんかこう口座登録してみてなんか多分いろんなのやんなきゃいけなくてめんどくさいなと思ってて、なんとかなるだろうと思ってたら朝起きたらさ、まずそもそも何もないと、行く方法が、どうしようと思ったらバス乗らなきゃいけないって。でパッて見たらバスのその要は停留所、停留所までホテルからだいたい10分ぐらい歩いて、パッて見たらそこに到着しなきゃいけない時間の15分前だったの。まずいと思って、であれで準備はできてたからやばいと思ってもう全部準備して走っていって、バス乗ったのね。で、東京だとさスイカあればピッピッピッって行けるじゃん。でまず前から乗ろうとしてバスとか乗ったことないからほとんど、運転手さんにまず怒られて後ろって言われて、すいませんってなって、で後ろ乗ったらさ何もないわけ。何と思って
ああその払うものとか、うんうん、そうお金も別に渡してないし、うんうん、で走り出すじゃん、あなんか切符みたいなのが出てくるところあると思って、でそれ持って握りしめて、目的地まで行って、わーって歩いて行って、これ、いくらですって、現金と思って現金持ってないよ今みたいな、でもカバンのポケットのあらゆるところを探して170円だったかなその時、で財布見たら160円は入ってたの、あと10円ないと思ってでそしたらまあ結局カバンの、サイドポケットの中に10円だけあったから行けたんだけどわ怖っと思って。確かにね、田舎のバスはそうだね、そのインフラがねこっちとは違うから。でもさらに乗り継ぎバスだったの、一回乗り継いでまた違うバスに乗って空港まで行かなきゃいけないから、ただそこは駅から出るバスだから駅から空港だから、次のバスはスイカ使えたの。いや全部スイカにしてと思ってさマジ怖いんだけど、結構大変だったわね。なんでそんなバスの話かというと、今日9月20日がバスの日らしい。はいはいはい、なるほどね。122年前、1903年9月20日日本初となる営業バスが運行したことにちなんで日本バス協会が制定しました。なるほどね。当時走っていたバスは蒸気自動車を改造した6人乗りの屋根なしの車で、バスというよりワゴンタイプの車だったそうです。まあでもバスは俺よく乗るわ、空港行くとき。確かに空港行くときは乗る。俺やっぱ電車嫌なんだよね、空港行くとき。わかるわ。あれほんとね辛くなる。ドアトゥードアでついてほしいよね。そう、寝ててもいいようにね。そう確かにね。まあだからなんかそういう長時間移動するってなった時に俺は電車よりバスを選択するかな。俺もそれはあるかもな。まあちょっとね割高だし時間もかかるけどしょうがないね。まあしょうがない。でそんなバスの話をしてるんですが、お便りいただいてます。ラジオネームマックさん、ありがとうございます。よすけさん、ケンタさん、こんばんは。こんばんは。以前お悩みコーナーにて出雲へ行くのに夜行バスかサンライズ出雲かありましたね、迷っていると相談したものです。サンライズ出雲を押してくれたので乗ってきました。おーすごい。部屋は B シングルという個室では3番目に広く、そしてなんと喫煙 OK の部屋でした。ベッド幅は狭く感じることなく、ケンタさんでも十分足が伸ばせる奥行きだと思いました。すごい。2階の部屋だったため窓の外は寝っ転がると空しか見えず、とても開放的で寝るのがもったいないほど。ルートはローカル線を走るため新幹線よりもゆっくりで旅をしてる感があり、とてもいい時間が過ごせました。いくつか気にしておいた方がいいことがあるのでお知らせします。ありがとうございます。1、車内にシャワールームがあり専用カードを購入して利用するのですが、販売枚数がとても少なくすぐ売り切れます。またお湯が6分しか出ないので乗車前に済ませておくのをお勧めします。2、車内販売ありません。飲料自販機はありますが駅のコンビニで食料水分調達が必須です。3、トイレめっちゃ寄ります。座ってしてください。4、サンライズ自体のチケットがそもそもいやそうっすよ、それは聞いたことある。乗車日の1ヶ月前同日10時に発売開始、5分経たないうちに全席売り切れになります。今回私は発売日に有給を取って緑の窓口に、10時にカウンター受付できるように時間調整しました。すげえ。サンライズ出雲を押してくれてありがとうございました。ぜひ山陰瀬戸方面に行くことがあったら乗ってみてください。いや素晴らしい。写真もねちょっとすごい。いや広いね、だいぶ広いっすよ。これめちゃくちゃいいね。いいね。寝ながら景色が見れて、めっちゃいいですよ。そんなジャストライクディスのバスはこういうあれですか、個室タイプのバスが走るんですか？んなわけないじゃんなんか申し込みが多数でそちらも拡大したということで。増便するんですか？あれは増便っていうよりも時期を今長くしてるみたいな。まあだから受付のだから増えれば基本的にはバス会社さんが増やしてくれるんじゃない？なるほどね。そうジャストライクディスもうすぐですね。ラジオネームアンナさん、ケンタさんがクソヤバな瀬戸リトだと言っていたので、こちらもクソヤバ体力持っていきます。お願いします。JLT 史上初の2日間、しかも2日間とも違う瀬戸リということで、リハーサル期間を例年よりも多く取るのかなと思っていたのですが、だいたい去年と同じぐらいの時期スタートだったのに少し驚きました。リハーサル大変だと思いますが頑張ってください。 JLT めちゃくちゃ楽しみにしてます。めちゃくちゃ大変だよ。やばい、本当にやばいよね。歌詞やばい、歌詞やばそうだね。歌詞はやばそう。歌詞まあね、しばらくやってない曲とか1回しかやってない曲とかがさ、で1回もやってない曲もあるしさ、もうねさすがの俺でも
海馬やばい。海馬いやでもこれはもうねやっぱ記憶を定着させなきゃいけないから、うんやっぱ寝て覚えてのこの繰り返しが一番いいっていうかだら、からね俺ね、もう今嫌になるほど家でスパイア流れてる。いやわかるよわかるわかる。そうだからうんなんていうもうなんていうんだろうな、パッシブな状態でもそうね。スッと出てくるようにしてる。あの曲ねっていうね。そうだからメロは覚えた。はいはいはい大体あともう歌詞だね。歌詞だね。もみけむずいんだよ。1番ではなんなん2そうねなのに2番ではなんなんのとかに変わんのよ。2とので変わってる。本当にやめてほしいあれ。マジで分かんなくなる。そうだクレーからム出ますクレーム出てます。いやまあねそこがね文脈的に大事だったりするかまあねらしょうがないんだけど。難しいでそれを本人も間違えるからね。あれどっちだっけ。なんだ覚えてないしね。そう覚えてない。いやいやいやもう一回いきます、はいラジオネームマミタスさん。はいゆうすけさんケツさんこんばんは、はいオレンジのストリーミング累計再生数2億回突破おめでとうございます。素晴らしいね本当に。私の携帯に YouTube ミュージックからバッジが届いていて、おうあなたはスパイアのトップリスナーの上位すげ 0.01% えに入りましたと書いてありました。よく見ると昨年の2024年9月から毎月ずっとトップリスナーの上位 0.01% に入っていました。すごい。思い出すと昨年テレビから流れてきたオレンジに感動して、そこから YouTube でスパイアの音楽を聴きまくっていたんだなって。CD も買いましたよ。これからもかっこいい素敵な音楽をたくさん聴かせてください。いや嬉しいありがとうございます嬉しいですね。実はね、俺も Spotify のスパイアのトップリスナーの上位 0.01%、いやそりゃそうでしょ。もう死ぬほど聞いてるし多分ね。そうこういう期間に 0.01% になるんだ食い込んでいくんだろうね多分。そう永遠に流れてるみたいな。ね。でもまあ、うん本当ありがたいですね。じわじわ3億もいってほしいですね。いや本当っすねねじわじわでいいので。まあ代表できる曲ができたのははい本当にね、嬉しいことでございます。はいよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでオレンジでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達のレスこのコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話をなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週は皆さんからの友達がなんで提案デーだったの今。いやね、探したの。うん次何語があるかなと思って、そのねGoogle 翻訳もね、うん出せる音声にはい限界がそりゃそうだよ毎週やってたら。もうだから提案デーバージョンで。これでいこうしばらくラジオネームはなさん。はいありがとうございます。友達の話なんですが、うんまだガラケーの時代に推しの俳優さんのファンサイトにコメントを残すのが日課でした。ほう推し俳優さんが雑誌か何かの撮影での写真はいはいをちら見せしてくれた中に、うん鎖骨にズームした写真がありました。ほあまりの鎖骨の美しさに感動した友達は、うん体の一部に特化したという意味で、うん局部の写真たまりませんとコメントをしてしまいました。もちろん掲載されることもなく、そこから、それから運営さんに目をつけられたのか、しばらくは私のコメントだけ掲載されるまでに非友達ね常に時間が、友達のコメントね。友達のコメントね。甘いよ異常に時間がかかる状態になりました。はいはいはい未だにその俳優さんをテレビで見るたびになんてことを言ってしまったんだと後悔の念が蘇ってきます、日本語って難しいですねと友達が言ってましたこれは恥ずかしいね確かに。ままあでもそういう意味で局部っていうねまあまあそうね。なんかそういうのを運営さんはちゃんといいと思ったものを掲載。いや昔はでもこうだった確かに。そうなんだ。そうそのやっぱりなんか嫌なコメントとか変な誹謗中傷がやっぱ乗らないようにそういうことね。こっちで管理してっていうのがあったから多分統制ができてたけど、うんもう今はもうはあはあ X とかなっちゃったからやっぱ SNS が発信しちゃうからね。なるほど、ね、なかなか難しいよねそういうのもね。日本語って難しいですね。難しいですねそれに限りますはいまだまだ来ております、ラジオネームともさん、はい。私の友達の話なんですが皆さんエスカレーターってご存知ですか？
初めて聞いた。私の友達のおばあちゃんの話なんですが、はい、今は亡きそのおばあちゃん、九州の田んぼに囲まれた田舎に生まれ育ち、農業一筋、その地域から出たことがないぐらいの田舎の人間でした。そんなおばあちゃんを連れて沖縄に家族旅行に行こうとなったそうです。少し足の悪かったおばあちゃん、友達と一緒に手をつないで歩いていたんですが、空港のエスカレーター前に来た途端、おばあちゃんの足が止まりました。そうなんです、おばあちゃん生まれてこの方エスカレーターに乗ったことがなく階段が動きよるとぽつり。エスカレーターの後ろに人が並び出したのと、その状況が恥ずかしいので、おばあちゃん早よ乗らんとね、乗らんねか、はよ乗らんね、はよ乗らんねと、友達がおばあちゃんを引っ張ったら、おばあちゃんバランスを崩し後ろに倒れかかってしまいかわいそう。登っていくエスカレーターの後ろ全員が将棋倒しになってしまいました。危ない危ない。私たちは小さいうちから何気なくエスカレーターに乗れているんですが、高齢者の初エスカレーターは至難の業なんだということを知った沖縄旅行でした。みんな無事で何よりでしたという友達の話です。いや確かにと思ったね。いや危ないよ、うん、多分初めての感覚って。そうね、俺らがさ、初めて三輪車から二輪車に変わったぐらいの感覚なんじゃない？いやまあそうだろうね。でもね、でそのおばあちゃんぐらいの、いやもっとすごいんじゃない？体の、ねまあ衰えちゃってる状態でのそれだから、足動かないよねあれはね。そらね、だって俺子供の頃の記憶で、エスカレーターめちゃくちゃ親と練習した記憶あるもん。俺すんごい怖かったあれ。そうもう動いてく階段の、別にタイミングは取れるんだけど、こうさなんかさこう分離するじゃん。なんていうの、出た瞬間はさ、1枚なんだけど、こう階段上にどんどん分離していくじゃん。あれがめっちゃ怖くて、あの角に足の裏をついたら、そこが一緒に切れると思ってたもんちょっとだからもうこの中に確実に入らなきゃいけないみたいなすごいプレッシャーをそう黄色の線ね感じてたわね。まあ何よりも気をつけようってことだねこれは。そうだね、はい、皆さん気をつけましょうということです。はい、ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。いっぱいお待ちしてます。それでは今日はラジオネームともさんの友達の話からこちらを選曲しました。吉田山田で日々。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は吉田山田で日々でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もたくさんお悩み届いてます、ラジオネームレインボーさん。はい、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私の悩みはバンド T シャツを着るのは何歳まで OK なのか気になります、古着屋でお目当てのバンド T シャツを見つけて、デザインも気に入ったのでまあまあいい値段したけど今買わないと出会えないかもと思い奮発して買いました、でも未だにその T シャツを着てお出かけできていません、バンド T シャツを着ている人をあまりよく思わない人もいるみたいなので、着て出かける勇気がありません。どうしたらいいですか？来てください。これはもうね来てくださいだよね。もうね人の目なんか気にしてたらね、生きていけないよ。いやそれはそうだね本当に。いやでもね多分ねこういう人多いんだよな。多いと思う。本当に思う。最近の世の中に物申す。切っちゃう？最近の世の中に物申す。切ってくれ。いろんなものに対して、期待だの、大事さなどを求めすぎておる。大事さ？どういうこと？だから期待大事？だからね、まず人の目を気にして、こう T シャツ着れないっていうのは、自分に期待してる。自分のことが大事すぎて期待してるんだよ、自分に期待してるんだよ、自分が周りからよく見られるっていうのが、よく見られたいっていう願望ね。見られたいし、見られるべきだと思っておるから、そういうことだ。そうなのかな。それは期待は自分に期待をして、期待っていうのは自分と他人に期待をしている。そう自分のことを、もっと見てくれと、よく見せたい、いい風に見られてる、見てくれるよねみたいな。それは世の中の話？世の中の話？いやなんかこういう人多いなと思って。なんでだろう。でもこれレインボーさん超違くない？よく見られたいと思うっていうよりも多分気を使いすぎてるんだよね。
多分俺この一番最後の文だと思うんだよこの人。要は30なり40なり行った時にバンド T を着てるのって恥ずかしくないって誰かから多分言われたり SNS で流れてきたりしてる意見と、バンド T 着てるやつってなんか嫌だよね、嫌いなんだよねっていう意見の人の情報が多分入ってきてると思う。だからそういうやつから別に好かれなくていいのに好かれようとしてる、別に好かれようとはしてないと思うよ。であとはその要は分かんないけど会社の中で会社に行くときにバンド T 着ていくのどうなの、まあ、それはまあ TPO があるからそういう場所もあるでしょう、っていうのを考え出すと分かんなくなって着れないってことだと思う。いやーなんかねだからね、俺が思うのは、人に期待しない、自分の、例えばじゃあこの時は洋服、なんか洋服を着てそうやってどう思われるかなって、第三者が絡んでくるじゃん、まずは自分と洋服で対応するのよ。そこで、いや今日はお前を着たいとか、だいぶ気持ち悪いだからわかるそのなんかさそう人に気使って、自分の何かを抑えるっていうよりかは、自分が何をしたいかってね。そう、でもそれが大事慢しすぎて、そうやって、他人に気を使って、で結果的にそれって自分を守る行動なわけじゃん、自分がどう思われるかじゃん、守っていいじゃん。でも、それが拡大しすぎると、拡大しすぎると詐欺に合うわけ。なんでよ話がぶっ飛んでてわからんわこの人何言ってんの本当に。で挙句の果てに T シャツと会話しようでしょ気持ち悪いわかんないでさ詐欺がこれ分かる人ほとんどいないと思う。いやでもなんか陽介とこんだけ合ってるからなんか言いたいことは分かるんだけどその言いたい部分が全く伝わらないもしかもディレクターからもういいですお悩み解消になってないのよ。解消になってないだから俺はもうこれはもう一つだけ言いたい。これは来てください。来ていい。そう冠婚葬祭以外は来ていいと思う。そうね、そう TPO の会社に本当にお仕事に行くとか営業に行くとか以外のその自分のねプライベートね、プライベートはもうぜひ来てください。そうすると多分ねいっぱい着れば陽介みたいに対話ができるようになりますまだ来ております、ラジオネーム広島の母ちゃんです。健太さん陽介さんこんばんは、お二人にご相談したいことがあります、来月、ピアノの発表会で我が家の子供2人でスパイアのオレンジを連弾しますが、どうにもうまくいきません、特に A メロから B メロのメロディーの入りが遅れてしまいます、歌ったらずれないのに弾くとずれます、どうすればタイミングよく入れるでしょうか。良い練習方法などあれば教えてください。 B メロはね裏から入るよね。まあこれはね俺ねあるのよ。これね技術の話、これは完全に、でこれピアノって打楽器って言われてるんですよ。そうだね。そうだからドラムも一緒で、歌って、みんな日常もう365日休まず息をするじゃん、だから喋る前に全員予備動作としてみんな息をするわけ、息を吸って吐く息で声を発するじゃん、で歌もさそれの延長上だから、みんなできるのうまく、なんだけど打楽器って音が出るまでに腕を上げて下ろすっていう予備動作ってしないじゃん、に常日頃から、だからそれを忘れてそのワンのタイミングでワンに合わせようとしても予備動作が入ってないから遅れるのよ絶対に。確かにみんなワンでは腕を上げてるから、基本的には。なんでそこの行きたいメロディーに入りたいタイミングのピアノやってたら分かるけど反拍裏、で手を上げるっていう意識をすると遅れずにいけるっていう、これはもう技術の話。予備動作があるよっていうことを忘れずに練習する。そうだね。でみんな歌の予備動作は全て息をするっていうのは絶対ブレスっていうのをやるんで、だからそのブレスを腕を上げるっていうそうなるほど、ね、っていう予備動作として考えると速攻できるようになります。これはじゃああれだね、もう本当に反復でそれをやるしかないね。で反拍前から次の鍵盤に行くタイミングの反拍前に手を上げるっていうねそしたらできるようになる。まあオレンジはねむずいと思う。むずい。しょうがない。そうね、これもなかなか難しい。ね、
お子さん頑張ってほしいですね。はい、頑張ってそのね、発表会の様子もぜひメールいただければと思います。腕を上げるのをね、予備動作意識してください。はい、お願いします。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Bring the Beat Back です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。いや、今日は陽介が出たね。なんかこうね、面白かった俺。なんか言ってること意味わかんないけど、言いたいことはわかるんだけど俺は。これ1ミリも多分伝わってないわ。そうだから多分 ほとんどカットされてると思うよ俺。いや、なんかいやそうあんだよ、なんか陽介の中にある伝えたいことが1ミリもいい感じで届いてない時のライブの MC みたいな感じだったおもろかった。いや、まあしょうがない。しょうがない。だから歌をやってんですよ。そうです。歌でしか伝えられないんです。はい、そんな歌配信中です。はい、よろしくお願いします。ボートレース新 CM ソングのチェイズ・ザ・シャインと、会場限定シングルの Bring the Beat Back、こちら先行配信中です。なんか CD、会場限定 CD は企画があるらしいです。こちらも皆さんぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。そんな Just Like This が9月27日土曜28日日曜の 2days で開催されます。会場は山梨県川口湖ステラシアターです。Day1、Day2 ともに、異なるセットリストでお届けします。皆さん楽しみにしてください。はい、お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。